おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のポルナレフだよ。俺の剣さばきについてこれるかも。サムネイルのポーズはシーズン9後半のチャレンジイベントで先行入手できた、ありのまま今起こったことを話すぜポーズ。しかし一部の人はあれなんか違くねと思ったりしたのではないだろうか。正確にはあの時のポルナレフはありのまま今起こったことを話すポーズと、もっと恐ろしいものの片鱗を味わったポーズの2種類がある。ラスサバの方のポーズはありのままの方を忠実に再現しており、ネットでよく見るポルナレフ状態のポーズは正確には片鱗を味わったポーズなのである。プレイヤーのリゾットにダービーの資格を先に取られてしまった。このまま仕掛けてチップのダッシュを狙ってもいいが、スタート地点付近にまだダービーの資格が残ってたんだよな。何すでにいないだと、投資アイテムを使って見渡してもやはりいない。思えばさっきのリゾット、エリア際に追い詰めていた状態だったし普通に戦いに行ってよかったな。結局残りのダービーの資格はこいつだけか。その間にプレイヤーが2人リタイアして残り人数4。余力がある状態で人数が減るのはいいことだが、ポルナレフはレベルマックスにならないとアルティメットが使えない。どこかでプレイヤーからチップを奪わないと終盤の決め手がない。歌教員がナランチャに狙われてる。歌教員のアルティメットは防御手段のないキャラにとって脅威となるので、今のうちにダメージを与えておくのは当然と言える。私も便乗して歌教員を倒してチップを奪いたいが追い詰めると建物を登ってる最中にアルティメットを使われたりするので慎重に追いかけたい。こら待てと言っとるんだよてめえ。なかなか有効だが入らないな。うかつに正面から着地を晒すとなりふり構わずエメラルドスプラッシュを乱射される危険もある。まだ残り人数がいる以上消耗は最小限でいきたい。建物に逃げ込んだな。そろそろアルティメットに警戒を。何をしやがった警戒してたのにちょっと反応が遅れた。てめえ、殺気が俺はお前歌教員はダメージを受けてナランチャはリタイア。となればチラリと見えたリゾットに剣心をぶち込むしかない。残るは歌教員1人。しかし試合の展開が早くて残りのフィールドがだいぶ広い。いくらガードで射撃を跳ね返せるポルナレフといってもこれだけの広さで距離を詰めて連撃を叩き込むのはかなり骨が折れる。そう簡単には近寄らせないぞポルナレフ。めんどくせえ野郎だぜ。念のため回復を取らずに残しておいてよかった。うまく逃げ回られているが次でようやく捉えられそうだ。ここは相手に遠隔操作で少しでも精神力を使わせてから接近しよう。気に入らねえな。戦いというのは何も直接切り合うだけじゃないんだよ。かかってこいエメラルドスプラッシュシルバーチャリオット。俺の剣さばきに勝てるわけねえんだよ。最後は飛び降りると踏んで着地1点狙いでとどめを決めて勝利。しかし距離を詰めるまでのガードの使い方がいまいちで思った以上に被弾が多かった。やはりポルナレフのガードは射撃反射を過信せず、相手の車線に入る時に構えることを常に意識して距離を詰めることをメインに使うべきだな。それでは次の対戦行ってみよう。面白い。受けて立ってやる。今回のシーズン、ポルナレフの性能は据え置きだが対面不利なキャラたちには色々と手が入った。奥安は空間削りの弱体化が入り、射程がポルナレフよりもほんのわずかに下に。しかし奥安がスタンドオンで射程延長をすると逆にわずかに上回られるので対面不利は相変わらず。ディアボロもエクタクトアルティメットが弱体化されて立ち回りがややきつくなりはしたが、バニシングによる回避能力は相変わらずなので依然ポルナレフには最悪の相手。ジョリーンは逆に超強化をもらえ手数と機動力に加えアルティメット一発から万全の相手を仕留めきれるパワーを得た。ジョリーンのアルティメットは2発使える上にガードが通用しないので躊躇なく先手を打たれやすく、ポルナレフで下手に追い詰めても返り討ちにされかねない。要するにポルナレフにとって対面不利なキャラは相変わらずだったりよりきつくなったりしているので、仕掛けるキャラは慎重に選ばなくてはならない。さてスタート地点付近には複数プレイヤーがいたので別の方面に来たけど、こっちにも全然ダービーの資格がいない。
ここはブチャラティに仕掛けるしかないな。ブチャラティとか言ったな。敵はすでに来ていたのか。かかってこい。やばい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 。ブチャラティはこちらよりも射程が2回りほど上なので、仕掛けるならばガードを使って一気に懐に接近し迷わず連撃だ。射程内ならば攻撃判定と速度はこちらの方が上なので若干分がある。このようにポルナレフは相手によって戦い方を切り替えることにより柔軟に対応していけるキャラなのだが、昨今実装される近距離タイプは対面すること自体が不利な相手が多いのが辛いところ。さてせっかくプレイヤーを倒せたけど開幕ダービーの資格を全然取れなかったのでレベルマックスになれず、終盤までにもう一度誰かしらに仕掛けてチップを奪わなくてはならない。俺はお前に近づく。透明化を使う音がしたぞ。なんだかわからねえが、ただものじゃねえな。興味が湧かん。なぜわかったのか。危ねえ、リゾットが待ち伏せしてた。もう少し踏み込んでいたらメタリカをぶち込まれるところだった。スタンド使いのギャングか。出てきたな。来いよ、ここだぜ。くらえ、この野郎。俺のスタンドが叱るべき報いを与えてやる。切り刻む。よしなんとか邪魔が入る前に倒せたな。ダメージは食らったがこのエリアの広さならまだまだアイテムが残っていそうだ。確認できる残りのキャラはポルナレフ、ジョータロウ、ディアボロ、キラ、ノーマルディオ様か。見事に後半まで残したくないキャラだらけ。隙があれば誰かしら削っておきたいところだが。いやしかし向こうは向こうでぶつかって消耗戦になっているな。他の強キャラを最後まで残したくないというのは当然他のプレイヤーも考えるところだ。ここは体力の温存を優先して館を押さえておくか。誰かが踏み込んできた。階段を登ってきたら先制攻撃を食らわせたいところだが、こっちには来ないか？複数がこちらに集まってきて。ディアボロじゃねえ。いつの間にかこれしかないな。は別方向から回り込まれていた上にディオ様まで来てた。何かわからんが。ありのまま今起こったことを話すぜ。ディアボロとディオ様に挟まれてピンチになったと思ったら、時が飛んで二人がダブルノックダウンしていた。しかしまた別方向から敵が来るんじゃないかと思って迂闊に動くことができない。躊躇している間に後から来たプレイヤーにチップを取られてしまったがここは仕方がない。ともあれこれで一気に残り人数が減った。残りのプレイヤーの正体を見極めて終盤戦と行こう。さてこの館はもう次の安全エリアの範囲外。正面にいるのはジョータロウ、もう一人は爆弾を仕掛ける音がしないから多分ポルナレフだな。このままでは残りの二人に挟まれる形になってしまう。ここは今のうちにポジション取りをしないとまずい。オーケー、ぶっちぎるぜポルナレフ。どけジョータロウ。この状況、ジョータロウは攻めることも時を止めることもできない。なぜならこちらには一撃必殺の剣心飛ばしがあるからだ。この距離なら無理に攻めたり時を止めようとした瞬間即剣心飛ばしをぶち込める。もしそうなったらこちらも決め手を失うことになるが、道連れにされるジョータロウはたまったものではない。よって私が構えている以上ジョータロウに下がる以外の選択肢はない。くそそしてエリアの広い館の敷地外を抑えた私が有利。おまけにジョータロウはポジションを取り損ねた最後の一人とぶつかる。なんてこった。ジョータロウ。謝るなよ。待ちろ。地獄を見せてくれるぜ。張り口出しの刑だ。うわあ。チャリオッツの奥の手だぜ。剣心飛ばしのプレッシャーでジョータロウを下がらせて残りの一人との潰し合いに持ち込み、生き残った方にとどめを刺して勝利。もし向こう側の二人が互いに攻撃を躊躇したとしても先にダメージエリアに飲まれるのはあちら側なので、どうあがいても潰し合いになりこちらは剣心飛ばしの狙いをじっくりつけられる。万が一ジョータロウが剣心飛ばしをかわしてポルナレフを倒したとして、時と目を使ってこちら側に迂回する時間もない。弱点の多いポルナレフではあるが相手と状況次第ではこういった戦い方もできる。それではご視聴ありがとうございました。